星野さなのスターライトラジオ。こんばんは、星野さなです。今回はドキドキ文芸部をクリアした話をします。イエーイ。普通にタイトル通りクリアしたよっていう話です。いわゆる感想戦ってやつですかね。はい。一応ラジオの枠で撮っていこうかなと思います。というのもですね、詳細は伏せておくんですが、ゲームをクリアした直後に私があんまりちゃんとお話しできる状態じゃなかったので、改めてゲームをプレイし終えてみてね、全体的に思ったことなどをこちらの方でお話しして残してみようと思います。はい、という内容の上でね、ネタバレ噛んじゃった。ネタバレ全開でいきたいと思います。未プレイあるいは実況動画などね、未視聴の方はご注意ください。はい、じゃあここからがっつり本編について思ったこととか話していきますよ。まずね、もう怖かった。もうずーっと怖かった。もうなんかね、ドキドキしちゃったね。はい、なのでちょっとね、何が怖いと思ったんやろうっていうのを自分なりに分析してみたんで、喋っていこうかなと思います。まずね、思い通りにならないのよ。本当に思い通りにならないことが怖かったです。具体的にはって言われると、勝手にセリフを送られるのが結構怖かった。さよりちゃんのお部屋に朝行くシーンとかね、さよりって呼びかけた瞬間、勝手にページが送られて、部屋の映像がバーンって出るじゃないですか。あれ怖いね。とか、あと、ゆりさんの心の声が漏れちゃうシーンとか、やったっていうやつね。あれも勝手にセリフを送られるのってなんだろう。こっちがゲームをプレイしてるっていう感覚をきっと超えてくるんだろうね。本来自分が押さなきゃ進まないはずのページが進んでるみたいなところで、なんか恐怖の芸が細かいなって思いました。あとね、カーソルが勝手に引き寄せられたのはマジで怖かった。ゲームの動画、私マウスのキャプチャーをオンにしてなかったから多分皆さんには見えてなかったと思うんですけど、なつきさんとか他の人を選ぼうとすると、ゆりさんのところにスッてカーソルが引き寄せられる仕組みになってて、あそこ。マジでね、怖かった。私の変な叫び声だけが乗っちゃってたもんね。なんか、その辺がね、やっぱりプレイしてるはずなのに制御が効かないみたいなところの恐怖を感じました。いやー、なんか斬新だよね、こういうホラーってね。なんかジャンプスケアとかはもともと苦手意識があったんだけど、なんかこれすごい怖いって本能的な恐怖を感じたわ。あと別のところでいくとね、パソコンって結構リアルに私たちが使ってるものじゃないですか。そういうリアルな道具の中で勝手に動かれてるって、これもちょっと制御不能みたいなところと関わってきちゃうところではあるんだけど、なんか勝手に実際にある道具の中で動いてるっていうところの怖さはすごい感じました。なんかゲームを終わってもまだ恐怖体験が続くみたいなところの怖さですね。なんかもうね、ファイル勝手に更新されちゃうからさ、そう。変な画像も入ってて怖いしさ、なんか知らない人がログ書き込んでるしさ、しかも、ちょっと前に見かけたはずのファイルがなくなってるっていう事件が時々あったんですよ。後々のね、多分どっかの箇所で、展開が起きた時にこのファイルはいなくなってますみたいな仕組みだとは思うんだけど、意外とね、存在してるのも怖いんだけど、勝手にいなくなられてるのもちょっと怖かったね。なんかリアルだなって思いました。あとは、行為と連携したストーリー展開みたいなところで、実際にファイル削除すると、そのデータがゲームに反映されて、いろいろ起きてみたいなところも結構怖かったね。モニカさんの削除と復元の下りのところですね。とか、あとツイッター現 X ですけども、あれのアカウントの話がちらって出てきた時も思わず調べちゃったもんね。あるんだと思って。なんか妙にリアルな現実とのつながりみたいなのがゾクッとするよね。なんか、ジャパニーズホラーとも海外のジャンプスケアみたいなものとも違う感じの、なんかゾワゾワするよね。なんかね、だからそんな感じだから、ゲームプレイしてるときはもちろんね、怖いんだよ。怖いんだけど、ゲームしてない時間もかなり怖かった。勝手にファイルが増えてるんじゃないかなとか、次、起動したら、最初どんな場面から始まるんだろうとか、待ってる時間が怖いみたいなところは結構ありました。ずっと怖かった。はい。でも、怖かったけど、やっぱり面白かった。
最終的に終わってみてすごく良かったなって思った。そうで、なんか面白かった点としては、そう伏線読み解けるのめちゃめちゃ楽しかったです。のね、最初は勝手にパソコンの中で仕組みが動いていくこととか、そのジャンプスケア的なものとかでもう散々に振り回されてなんでどうしてって感じだったんだけど、そうもう驚いて怖がってばっかりだったんだけど、だんだんどんな仕掛けが動いてて、なんかどこでどんな下りが来るかもしれないっていうのが分かっていくのがすごく面白かったです。そうだから探ってったり先の展開推測してってさ、私はすごくビビっている映像、音声が残っちゃってると思うんですけどそれがね結構面白かったよ、個人的には。なんか何にもわからないのももちろんね怖いんだけど、分かってる怖さみたいなのってやっぱりあるじゃないですか。そうでも分かってる怖さって怖いんだけど納得ができるというか、そうだから最後のさよりちゃんのくだりとか個人的にすごく納得いったてかすっきりした。その途中ね、私がさよりちゃんのキャラクターファイルだけ残ってるからさよりちゃんが助けてくれるんだってすごい盛大な勘違いをしていた場面があったんですけど、そうでもそのさよりちゃんのくだりが結局どこに来るのかっていうのが最後しっかり回収されてくれたのが個人的に嬉しくって、そうしかも結構前から貼っててくれてたじゃないですか、あのくだりをね。そうさよりちゃんの視点というか、だからそのエンディングの感じがあんまり唐突じゃなくって、実際その終わる直前にもさ、あれなんでさよりちゃんこっからここの画面に入ってきたみたいな話をちょっと指摘してたと思うんだけど、そうとか結構細かくその話に至るセーブポイントというか要所要所が抑えられてたから、すごい納得してエンディング受け入れられたなっていうのはありました。なんか伏線の張り方がすごい丁寧だなって思いました。その詩のパートとかも含めてね、あといろいろ解読とかねしたり、よかったなと思います。楽しかったね。そうあとね、これは純粋に文学パートのお話聞いてて楽しかったよいや一応ねこう見えてちゃんと文芸部出身の文字書きなんですよ、私はご存知か知りませんけども、そうなんです。だから普通にね詩のパートのお話とか、最初のね純粋にドキドキしてた頃の話ですね、これは。楽しかった。そうなんかね、あんまり文学って語らは空いていないから、そういう意味ではすごくぼっちに優しいなってそうただね、もう詩の翻訳とか絶対大変だっただろうなと思います。そうなんかどっかの動画で言った気がするけど、翻訳されてるんよね。翻訳パッチを一応今回使わせていただいてて、あれ原文からさ、その詩を日本語に変えなきゃいけないわけじゃん。でそれって多分めちゃめちゃ大変なのよね。そのリズムを重視するか内容を重視するかみたいな論争が結構あったりするのを知って、そうだから翻訳班すげえなって思いましたそうなんか純粋に文学パートすごい楽しかったかな。いやそうあと最後に言っとくとね、見れなかったスチルマジで悔しい私さ、なつきちゃんのスチル見たかったんだけど、あれはなつきちゃん家に行けばよかったのかな、やっぱり。いやもう本当に気になりすぎる。あれ何したんだと思ってでもさ、あれなつきちゃん家に行ってたとしたら、なつきちゃんあれでも先に闇落ちしたのなつきちゃんだしな。なんか変わってたのかな、展開が。いやもう本当になんかもろもろ含めてすごく気になるんですけど私さ、多分怖すぎて2周目耐えられる気がしないんだよねだからもう他の人のプレイ動画とかをここから見漁って、他のスチルに対して皆さんがどんな反応してるのか見ていこうかなと思います。はい、そんな感じで、もう全編通してマジでドキドキしてた。とってもドキドキだよ。もういろんな意味でね。いや、タイトルでね、やばいと知っててって言ってるんで、ホラー、ほら、やばいっていうのは知ってたの。なんか、怖いよ、怖いよ、みたいな。いろんな意味でドキドキしちゃうねっていうのは知ってたんだけど、知っててもそれを超えてくるドキドキでしたね。でも、怖いところのドキドキはもちろん想像を超えてきたけど、キュンとする方のドキドキも予想以上って感じだったね。私あんまりギャルゲーというか萌えゲーというかそんなにやったことない民だけど、このシチュいいってずっとなってました。絵が綺麗でとても素敵そうだからいろいろドキドキしました。いやでも結局クリアするまで
3ヶ月ぐらいかかったんだよね。ちょっと投稿がどうなってるかわかんないけど。そう、3ヶ月ぐらいかけてちまちま進めてそう、どうにかこうにかクリアすることはできました。いやー、本当にクリアできなかったらどうしようかと思ったよ。もう途中でやめようかと何回も思ったけどね。いやでも最後までやりきってよかったです。ただまあ、文芸部の皆さんと継続して視聴してくださった皆さんには本当に申し訳ないんですけどね。だって、プレイしている期間が3ヶ月ってことは動画投稿多分それ以上に伸びるってことですから。いや、だから本当にこの感想戦まで聞いてくださってたら本当にありがとうございます。お待たせして申し訳なかったです。はい。いやでも、個人的にはね、すごく楽しく遊びきれてよかったなと思います。ネットのフリーゲームダウンロードしてこんなにね、長い期間遊んだの初めてよ。そう、初。なんか数時間で終わるタイプのやつは結構何回もやってるんだけど、私がこういろいろね、右往左往したりとか、ビビって進まなかったりしたせいでこんなに3ヶ月も時間がかかっちゃったんですけど、そう、でもなんかそれだけ長い時間かけてでもきちんとやりきろうって思えたゲームに出会えたのはすごく良かったなと思いました。怖かったんですけど、ちょっとまだビビりが残ってるんだけどね。そう、怖かったんだけど、ちゃんと面白かった。そう、なんか最後に、なんて言うんだろうな。ただ怖い、もうやりたくないって感じじゃなくて、怖かったけど、そうかって、なんかね、納得する感じがあって、すごく楽しかったです。面白かった。改めまして制作に携わってくださった皆さん本当にありがとうございました。はい。では、ちょっと短いんですが、そんな感じで、ドキドキ文芸部をクリアした話でした。お相手は星野シャナでした。おやすみなさい。